旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。 Tutor Traveling without moving。 こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling without moving。 今日は3月17日、アメリカではよくお祝いをしますけども、セントパトリックの日、緑の日。90年代に育った人でしたら、ハウス・オブ・ペインっていうヒップホップグループがジャンプ・アラウンドっていう曲でものすごく売れましたけど、ビデオに出てくるバグパイプを持った人たちがスカート履いて行進してるっていうのがパトリックデーです。一回出たことあるんですけどね、一緒にすんごいビールをしこたま飲まされた記憶があります。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームダブさん。くんいちさん、こんばんは。先日は弟へのレンジャーのお便りを読んでいただきありがとうございました。録音した収録を弟と母と聞いたところ、2人ともすごく感動していました。その後、弟がレンジャー仲間に拡散しましたが、皆さんにすごく喜んでもらえたみたいです。ありがとうございました。お話は変わりますが、3月の最終週から1週間ほどフィリピンのマニラへ行くことになりました。海外へ行くのが十数年ぶりとなるので、すごく楽しみにしています。自由な時間をいっぱい作れるため、いろいろ回りたいと考えています。古着やレコードやソウルやレゲエが流れるバーやパーティーなどの情報を知っていたら教えていただきたいです。リクエスト曲はモンティ・アレクサンダーでアイランド・イン・ダ・サンでお願いします。ありがとうございます。覚えてますよ、レンジャーの強行軍みたいな話でしたけど、喜んでもらえたイコール何かの際はレンジャーの皆さんがヘリコプターで助けに来てくれるんでしょうか。ミーよ。フィリピンのマニラが今どうなってるか全く分かりませんけども、90年代ですか、古着ブームがあった時にデッドストックのリーバイスとかが枯渇したっていう時に、バイヤーの人たちがフィリピンに行ってましたね。というのもベトナム戦争ぐらいまでフィリピンにはアメリカ軍の基地っていうのが随分あって、その基地の周りの商店街に売れ残ったものが結構眠ってたらしいんですよね。それを見つけて何百万と稼いだっていう古着ハンターの話を随分聞かされましたけども、もしかしたらまだ残ってるものがあるかもしれません。This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival
with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Tutor, traveling without moving. This program is brought to you by Tudor ほか。Today's the day to finally tame the beast. 20メーターを超えるモンスターに挑む時が来た。My heart beats with fear and excitement. 恐怖心は好奇心で打ち砕いた。Nothing comes close to this feeling. この感覚たまらない。This thrill, it's intoxicating. ワクワクする。いや、ヒリヒリする。できるかできないか、それは大した問題じゃない。やるかやらないか、それが全てだ。半歩でもいい。踏み出せば世界が変わる。 Tutor, born to dare. それは挑戦者の証。次世代のトップランナーたちによる新しいジャズライブ開催。 J-WAVE 公演ミレニアルジャズ東京2024 Powered by 江戸ジャズ、3月19日火曜日、丸の内コットンクラブ。ボーカル和田アキラをはじめ、ピアノ渡辺翔太、トランペット曽根真央、サックス小西亮など次世代のジャズトップランナーたちが集結。詳しくは江戸ジャズ .jp。転校生のラジスマです。見た目の通りスマートフォンですが FM チューナー内蔵です。逆に新しくね？ネット回線もパケットも使わずに FM ラジオが聴けるんで、お前は災害時にぴったりだってよく言われます。へー。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。Tutor, traveling without moving on 81.3 J-WAVE。 野村くん一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームうろ覚えさん。野村さんこんにちは。ほぼ10年間リスナー歴から野村さんの印象を申しますと、何かにこびるわけでもなく派手でもなく、淡々としながらしかし確実に心にしみる言葉の使い手なのかなと失礼ながら感じております。そんな野村さんのイメージとダブる友人 S 君と、この3月に彼の居住地さいたま市で10年ぶりに会う計画をしております。彼は大学院のクラスメートでしたが、在学中はそれほど交流はありませんでした。しかし大学院修了後には大阪、東京、石川、新潟、名古屋といろいろな都市で会うという幾分奇妙な関係でありました。 S 君は登山家、私はギャンブラーといったところで、ある意味相反する人となりとも言えそうです。実際今回も彼は登山後、私は戸田競艇場で一勝負してからの再会となりそうです。そんな彼のような友人との付き合いをこれからもずっと大切にしていきたいと思っています。リクエスト曲は S 君が勧めてくれた
ペンギンカフェオーケストラのエールアダーゼをお願いします。ありがとうございます。なんか不思議とご縁がある人っていうのは確かにいまして、まあ僕は今会社とか、内装とかを一緒にやってる友達っていうのもそういう感じで、学校は違うんですけど同級生で、僕が仲良かった他校の友達の友人っていう、みんなで集まるとああいるなみたいな感じで、決して二人で、飲むこともなかったんですけどね、一緒につるんでもう30何年、会社にして20年になりました。人の付き合いって本当に不思議だなってつくづく思います。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさんこんばんは。34歳一児の父です。私の妻は仕事の関係で半年に1回、1週間ほどアメリカへ旅に出ます。その間、私と息子2人きりの時間を過ごします。せっかくの男2人の時間、旅にでも出てというのは夢のまた夢。仕事に家事に育児、所詮ワンオペの日々を過ごします。朝は朝食の準備に保育園への送り、日中は仕事、夜は保育園の迎えに夕食作り、寝かしつけと、普段の妻の頑張りに感謝せずにはいられません。息子はというと、ママがいなくても寂しくない、絶対に泣かないと、私に迷惑をかけまいと気丈に振る舞っていました。しかし週の後半に近づくと、母親のぬくもりが恋しくなってきたようで、妻に似た服装の女性を見かけると、ママだ、絶対にママだと泣き叫ぶ始末。4歳の息子なりに我慢して頑張っていたのだろうと胸が苦しくなりました。そんな怒涛の1週間も終わりを迎え、成田空港で迎える妻は私たちのスーパーヒーローのように神々しくさえ見えました。隣にいる息子も一回り大きくなったように見えました。次回は思い切って休みを取り、男2人の旅に出てみようと思います。リクエストはいつも頑張ってくれている2人、そして8月に生まれてくる予定の新しい家族に花を贈りたく、トラビスの Flowers in the Window でお願いします。ありがとうございます。なんだかんだ女性の仕事ってまだまだなってると思いますし、自分そして周りも含め男の方がだらしがないんですけども、ただスーさん、半年に1回そういう時間があるっていうのはもう一生分の思い出になるんじゃないんでしょうか。過ぎてしまえば、もう一回寝かしつけがしたいなとか、朝だだこねる子供が可愛いなとか絶対思うようになるはずです。ちっちゃいうちに2人で旅行に行くっていうのは楽しいと思うので、ぜひ行ってみてください。続きまして、ラジオネームオーキードーキーさん。野村さんこんばんは。先日の放送でダイナソージュニアがかかっていて、昔の旅を思い出しました。今の会社に転職をしてすぐシアトルへの出張の機会がありました。着いてすぐに現地で上司にあたる人物と挨拶をし、軽く雑談をしていると、上司は私が持つソニーのウォークマンに気づき、表示されたアーティスト名のリストを眺めると、私が似たような音楽の趣味を持っていると知ったようで、今日の夜ライブに行くんだけどチケットがあるから一緒に行こうと誘ってくれました。そして夜、J マスシスのソロライブを見に行きました。弦がぴょんぴょん出ているアコギを一本持って現れると、綺麗な歌とともに、時に繊細に、時にアコギから出てくるとは思えない轟音があふれ、一人でパフォーマンスをしているとは思えないくらい圧倒されてしまいました。結局滞在中に3回もライブに連れて行ってもらい、充実した出張、いやほぼ旅行となりました。それがきっかけとなり、アメリカの音楽が好きな自分はその数年後からアメリカに住み、たくさんのライブを見に行くような生活を楽しんでいます。野村さんは旅行や出張先で見たライブやアートなどで、これは現地の空気や気候の中で楽しむのが一番だと印象に残っているものはありますか？リクエストは J マスシスのスタンブルでお願いします。ありがとうございます。こういう堅物って言ったら失礼ですけど、
いわゆる真面目な上司だとか年配の、仕事相手だっていう人が実は同じような趣味で話した途端砕けてしまうっていうのは最高な出会いだと思うんですけども、この上司の方もジェイ・マスシス、ダイナソージュニアの人ですけどもが好きっていうのが素晴らしいじゃないですか。シアトルの人なんでしょうか。先日も友達と飲んでいたら、年配なんですけど、その連れの方が来まして、久しぶりにもう全身スーツで革靴履いて、随分コーポレートな人が来ると思ったら、音楽系の人でめちゃくちゃいろんな音楽聴いてて、お酒を飲んで話すのがすごく楽しかったですけども、やっぱり音楽っていうのは最高なんですよ。出張先で見て一番良かったのは昨年末になりますけど、そのニューヨークで見た LCD サウンドシステムで、彼らが出身がニューヨークっていうのと、彼らのことをニューヨークを代表するアーティストだと思ってるローカルの人も多いんで、そのライブは本当に良かったですね。ほぼ全曲いろんな年齢の人が歌って飛び跳ねてますし、演奏もやっぱり熱が入るじゃないですか。地元の友達がみんな来てるっていう。なので何度も言いますけど、自分の好きなバンドが海外にいましたら、彼らがホームタウンに凱旋するときに見に行くっていうのは本当にいい経験になると思います。Traveling without moving. 81.3 J-Wave. When I first held you, I was cold. A melting snowman, I was told. But there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Well, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same. Stand up, out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. There is no reason
such a lovely day. And I'm glad you feel the same. Stand up, out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. So far away from there, and there is time to plant new seeds and watch them grow. So there'll be flowers in the window when we go out. Can't you now? Flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same. Stand up, out in the crowd, you are one in a million.リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がペンギンカフェオーケストラでエール・アダーセ、2曲目がトラビスで Flowers in the Window BBC セッション、3曲目が J マッシスでスタンボー、1曲目ペンギンカフェっていうおしゃれなカフェが昔あったりですね、名前もなんかすごくおしゃれ風だなと思ったら、もともとはオタク系変態ミュージシャンの集まりなんですけども、こうひねくれた音とかもちろんアンビエントみたいな曲もあって、すごく不思議なグループです。興味がある人はぜひ聴いてください。そして3曲目ダイナソージュニアっていうバンド名の方が有名だと思うんですけど、僕彼らのグリーンマインドっていうアルバムのカバーが大好きで、これはジョゼフ・ザボっていう昔高校の先生をしてた人が撮った写真だったと思うんですけど、ウッドストックの時にまだ12、13歳のヒッピーの女の子がタバコを加えて立ってるっていう、今やったら絶対使えないと思うんですけども、なんかそれが平和に見えるし、なんか若さも出てるし、ちょっと反抗的なところもあって、その写真を見ると青春だなと思ってしまいます。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
From J-Wave. Tutor. Traveling without moving. Today's the day to finally tame the beast. 20メーターを超えるモンスターに挑む時が来た。My heart beats with fear and excitement. 恐怖心は好奇心で打ち砕いた。Nothing comes close to this feeling. この感覚たまらない。This thrill, it's intoxicating. ワクワクする。いや、ヒリヒリする。できるかできないか、それは大した問題じゃない。やるかやらないか、それが全てだ。半歩でもいい。踏み出せば世界が変わる。 Tutor, born to dare. それは挑戦者の証。 Tutor. Traveling without moving. From J-Wave 81.3 FM.お送りしたのは幾何学模様で Old Snow White Sun。 これはラジオネームマンガランさんのリクエストでした。くんいちさんこんばんは。先日韓国へ45日間行ってまいりました。と言っても観光らしいことはほぼ全くせず、45日間の瞑想コースのために行ってきたのです。格好よく言うとインナージャーニーとでも言うのでしょうか。この瞑想コースは世界各国で行われ、日本でも京都と千葉で開催されているのですが、45日間のコースを受けるために韓国へ行ってきました。コース中は誰とも一切のコンタクトを取らず沈黙を守り、酒タバコはもちろん取りませんし、食事は菜食。朝昼の食事と休息を挟み、
ほぼ10時間瞑想するというなかなかタフなもので、帰国して5日、まだ少し頭が戻ってきてない感じです。コースは基本10日間ですので、くんいちさんもいかがでしょうか。おすすめですよ。リクエストは車の中でリラックスして聴けるアルバムアーティストからの1曲をくんいちさんセレクトでお願いいたします。ありがとうございます。おすすめのこのコースですが、真っ平ですね。真っ平ごめんって言われそうですかと書いてあったのでそう答えますけども、まあそういう時間は死んだらたくさんあると思うので、死んでからゆっくりやります。45日間どころか45年だかなんだか分かりませんけども、そして車の中でリラックスということで、これから先日行った LA の話をしようと思うんですけども、ロサンゼルスっていろんな地形がありまして、実は市の中心部からちょっと坂を登っていくと森になったりするんですよ。でそんな場所で聞くには最高な音が幾何学模様というわけで、オールドスのホワイトさんをかけました。皆さんもぜひお試しください。Tudor, Traveling Without Moving。 今夜はロサンゼルスについてお話しします。先日ロサンゼルスに行ってきました。前回のパリと一緒でまた3泊の弾丸旅行というもので、本当はもう少し長く滞在したかったんですけど、何しろ3泊といっても実質使えるのは2日半ほどで、ほぼ国内旅行と一緒ですよね。疲れに行ってるんじゃないのってよく友達に言われるんですが、それでも行けば友達に会えますし、行ったら行ったで楽しいので引き受けてしまうんですけど、今回は新しい商品ラインを発表するということで、スニーカーを作るバンズに招待されて行ってきました。夜便に乗って着いたのが同日の午後、空港で友達がピックアップしてくれて、宿泊先のあるダウンタウンへと向かいました。ダウンタウンはやはりホームレスが増えている印象で、これはサンフランシスコとかニューヨークと同じ現象なのかなと。コロナでビジネス街がロックダウンした後に皆リモートで仕事をしたり、オフィスが縮小したりして、周辺のお店が潰れまくって人気がなくなり、そこで治安が悪くなるという悪循環な現象で、ちょうどポートランドに住む友達と話した時も、ポートランド中心部も同じだと言っていました。東京で言ったら新橋とか丸の内、新宿の副都心あたりの会社が引っ越して、周りの店が潰れて治安が悪くなるといったところでしょうか。数年前だったら考えられないんですけども、街っていうのはやっぱりそれ自体が生き物で常に変わっていくものなんだなと思いました。そんなダウンタウンで面白かったのが、建築途中で資金繰りが悪化し、未完成のまま放置されていた中国企業が持つ高層ビル群。去年マイアミで行われたアートの祭典アートバーゼルの時に、ちょうどギャラリーがグラフィティアーティストを集めてビルに絵を描かせていたのですが、それを見たロサンゼルスのグラフィティアーティストたちが、そんなのはグラフィティじゃなくてただの背筋主義だ、本物はこうだと、そのダウンタウンの無人のビルに皆不法侵入して、わずか数日で3棟あるビルをグラフィティで埋め尽くしてしまったみたいなんですね。もちろん違法行為なわけで、現地でもいろんな意見がニュースになっていましたけども、実物を見るとなかなかどうして素晴らしい作品になっていました。エレベーターもない高層ビルのバリゲートを突破して階段を登って、多分命綱なんてなしに塗料も自費で買って自分で運んで、高層ビルの側面に絵やタギングをしていく。1円にもならないこと、さらに言えば全て持ち出しなのに、やるという気合は確かに最近まで言われていたバブルに浮かれていたアート界にはないもので、いろいろ考えるものがありましたね。ダメなものなんですけど、絵を描く初期衝動というか、子供がダメと言われた家具に描いちゃうみたいな心意気をすごく感じてしまいました。
because it's Sunday night. Tutor, traveling without moving. Well, I really think you should quit smoking. ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がクルアンビンで May 9th、 2曲目が Cigarettes After Sex で Cry。
3曲目がエールで How does it make you feel? ロサンゼルスって車で過ごす時間が多いじゃないですか。でこう渋滞もあるし淡々と進むんで曲も淡々してる方がこう流れる景色にあって聴きやすいんですけども、1曲目は大好きクルアンビン、多分こう新しいアルバムが出ると思うんですけど、それの先行シングル聴いてみればアルバムを期待せずにはいられないという感じなんですけども、日本来ないんですかね。夏のフェスあたりに来てほしいんですけど、アメリカを先に回ってしまうのかなという感じです。野村くん一がナビゲート Tudor Traveling Without Moving。 今日は先日行ってきたロサンゼルスについてお話ししています。僕の親友がシルバーレイクというよく知られた街の隣にあるロスフィルスに住んでいるのですが、そこに築100年以上の映画館がありました。それは最近 LA に行くたんびに見ると工事中となっていました。コロニアル風とでも言えばいいのか、細かい装飾が施された古い小さな映画館で、こういう映画館が東京にもあればいいのになぁと常々思っていました。それがある時から仮囲いがかかり、1階横のスペースが取り壊されてむき出しになり、耐震の建物じゃないから壊されてしまうのかと気をもんでいたんですが、今回横を通ると復活しているじゃないですか。昔は赤というかエンジ色の建物だったのですが、今は渋いベージュ色に塗り替えられ、ビスタシアターとして復活していたのです。オーナーは元祖映画オタククエンティン・タランティーノ。きちんとセレクトされた映画を見にたくさん集まっていました。こういう映画館っていうのがあるといいと思うんですけども、誰かセレクターとして人を立てていい名画をセレクトして、隣でお茶ができたりお酒が飲めたり、カウンターに行けばお手頃価格のいいお土産ティーなんかも売っていたり、そういうところをちょこちょこ見たり、時間がない中でいろんな人に会い、いろんなことを考える時間があったんですけども、今回一番記憶に残っているのは、珍しくロスに雨が降っていたんですが、たまたまメルローズの外れを歩いていた時のことです。タバコを吸いながら人影のないあたりを歩いて窓を覗き込んでいました。いつか見た映画のポスターとかガラクタが売っている。そんな中、買う気もないのに古着屋さんがあったのでふらっと入ってみました。並んでいる T シャツを順番に眺めていきながら、もう出ようかなとすると、店員さんに奥にもっとありますよと声をかけられてしまいました。そのまま出るのも失礼だなと思って言われたまま奥まで行き、とりあえずハンガーにかかっていた服を一通り眺めていました。お店には古いスピーカーが置いてあり、入った時から小さな音で音楽がずっと流れていたんですが、ある瞬間に突然音が大きくなったような、そんな気がしてメロディーが耳に飛び込んできました。このピアノの音は。それは昔よく聞いたデスキャブ・フォー・キューティーの曲でした。窓の外に広がる灰色の空としとしと雨。少しカビたような匂いの古着屋さんの中で、その音がものすごくマッチしてですね、しばらく僕は服も見ずにずっとそこに立ちすくんでいたんですけども、そういう時に思うのは、旅先で知った音楽と出会うってやっぱり最高だなっていうことです。
without moving. For music fans everywhere, J-Wave website www.j-wave.co.jp。 ロッド・スチュワート13年ぶり、これが最後の来日公演、いよいよ開催。 J-Wave 公演ロッド・スチュワート Live in Concert One Last Time。 3月20日水曜祝日、有明アリーナ。ベストヒット満載最後のロックショーをお見逃しなく。詳細は livenation.co.jp。 さっきのラジオ番組聞いてくれた？あ、聞けなかったよ。絶対聞いてって言ったのに。あ、じゃあ送るよ。送る？わかった。それではお父さんへの感謝のお便り、まずはシェアして送ろう。あなたの思いまで。ラジコ。野村くん一がナビゲート Tudor Traveling Without Moving。 今夜はロサンゼルスについてお話ししました。さっきのデスクキャブ4キューティー、いい曲じゃないですか。雨の午後とかにぴったりな曲だと思うんですけども、ビデオがあって PV ですけどすごい可愛いので、興味がある人はぜひ見てみてください。YouTube とかにあると思うんですけども、学校の生徒たちのバンド、例えば木琴だったり誰かがピアノを弾いたりっていう、あれの録音風景で学校の先生が一生懸命タクトを振って子供がこの曲を演奏してるビデオになってるんですけど、とても素敵なビデオです。番組では引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥースタジオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。Tudor Traveling Without Moving. This program was brought to you by Tudor ほか